マヤマニアック講座ダイレクト X11 シェーダーを作ろう第8回。ゲーム業界は今中華ブランドの人気がすごすぎて国内のゲーム会社はどこも厳しい状況になってるってみんな知ってるかしら。少なくともソシャゲを主力にしていた企業は大手も含めて軒並み決算がなかなかえぐいことになってるわね。いわゆる中華ショックというやつなのだ。みほよさんの原神や公開シリーズ、最近だと黒ゲームズの名調がとても人気なのだ。みほよさんはとても日本文化を愛している企業で、日本もついに追い抜かれたかって感じで、しばらくはソシャゲ界隈で日本が中国に勝つのは難しそうな印象ね。彼らはグローバル戦略が基本だから、収益面でそもそも日本企業には勝ち目が薄いのよね。それに加えて中国は人材も豊富だし、言ってもまだバブル期の日本の頃みたいに泊まり込みみたいな過酷な労働環境がまだあるって話なのだ。そういうことを考えても働き方改革が進んでホワイト化した日本が真正面から戦っても多分しばらくは相手にならないのだ。今じゃソシャゲも売れ筋タイトルは AAA 並みで開発費数百億ってのもザラし、それに突っ込めるのはサイゲームスさんあたりぐらいしか思いつかないわね。とはいえあそこもコンシューマーに軸を移したのだけどね。一方で日本は相変わらずアニメ IP は世界屈指の人気を誇るから、しばらくはコンソールの IP ゲームでしのいでいくしかなさそうなのだ。今後中国も労働環境問題や政治問題がいつまでもこのままってことはないでしょうし、それまで日本のゲーム会社はしのぎつつ、徐々に体力のない企業は淘汰されていくんでしょうね。頑張れ日本のゲーム会社。ウプ主の転職先の会社も生き残れなのだ。今回はいよいよツーンシェーディングに挑戦するわ。まずは簡単な白と黒の日のシェーディングを作ってみるのだ。それでははじめに下準備として敷地のパラメーターを GUI に追加しましょう。前回ライトをバインドする GUI を作ったけど似てるようで少し違う内容なので注意するのだ。ユニフォームというのは修飾子って言うんだけど、シェーダー内で一定の値の定数っていう意味ね。コンストも同様に定数って意味なんだけど、ユニフォームはフレームごとに更新可能で、コンストはシェーダーのコンパイルごとしか更新されない定数なので、ユニフォームにしておけばアトリビュートにアニメーションキーをつけられるところが違うわね。だから基本シェーダーのパラメーターはユニフォームにしておけば間違いないのだ。 G-Tune スレショルド変数だけど、これはアトリビュートに割り当てた変数名ね。発音しにくいけど意味は敷地ね。これで Tune の境界の位置を調整できるようにしましょう。 UI グループは GUI をグループごとに分類するためのもので、同じ文字列を入れておけば同じグループに UI をまとめることができるのだ。 UI オーダーと UI ネームは以前話した通りで、 UI が表示される順番と、あと UI の横に表示されるパラメーターの名前ね。 UI min と UI max はそのまんまスライダーの最小最大を指定する部分なのだ。そして GUI の特殊なところは山括弧で囲ってあげること。そして山括弧閉じるイコール 0.0 セミコロンのように閉じた後に初期値を指定することができる点ね。これでマイナス1からプラス1の間で動かせるスライダーが完成したのだ。ライトと頂点方線の内積を求めるところまでは前回までの内容と同じね。ステップAピリオド B は B が A 以上なら1、 B が A 以下なら0を返す関数なんだけど、N はマイナス1からプラス1の値で、 G-Tune シレショルドもマイナス1からプラス1まで調整可能ということを思い出してちょうだい。つまり敷地の値のところできれいに 1.0 の白と 0.0 の黒に内積の値が日化されるということなのだ。そしてこの後出力用のカラー変数と白を指定したベースカラー変数、黒を指定したシャドウカラー変数の3つを宣言したわ。今回は今までフロート4で宣言していたところ、あえてフロート3で宣言しているけど、これは今後色指定をフロート3のカラーピッカーでしようと思うので、それに合わせて変更したわ。このベースカラー変数とシャドウカラー変数を日化した白黒情報の N の値を基準にして合成するのだ。ラープ B カンマ A カンマ N のラープとはリニアインターポレーションの略で、線形補完っていう意味なんだけど、今は深く考えないでいいわ。わかりやすいのはフォトショップでレイヤー A の下にレイヤー B がある状態で、白黒の N というマスクがレイヤー A についている状態っていうイメージね。マスクを使ったレイヤー合成もまた線形補完の一種と言えるわね。ちなみに A と B の順番を逆に書いたのは直感的には難化略なのであえてそうしたのだ。 A が白部分 B が黒部分になるので注意なのだ。さーっと一息ね。最後の異ターン分の形は意外とよく見るわね。改めてピクセルシェーダーの返り値の方がフロート4ということを思い出してちょうだい。さっき言った通りカラー変数はフロート3として宣言しちゃっているから、リターンカラーセミコロンとすると型が違うからエラーとなるわ。だからフロート4フロート3の変数ピリオドフロート1の値でキャストしてあげる必要があるのだ。気づいていると思うけどこのままだとアルファ値が足りていないのだ。
じゃあマヤで見てみましょうか。 GUI のトーンスレショルドのスライダーを動かすとちゃんと境界が端から端まで動くのがわかるわね。もちろんベースカラー変数やシャドウカラー変数の値を書き換えれば違う色にすることもできるので試してみるのだ。それじゃ今回はここまでね。次回の動画で会いましょう。まったねー。